へっちゃら平太郎。平太郎は広島に住む16歳の元気な男の子。これから始まる長い巻物は、およそ260年前にあった平太郎とお化けとの30日間も続いた根比べのお話。平太郎は勇気凛々。毎日お相撲取りのゴンパチに相撲の技を習いに行きます。ある日、平太郎とゴンパチはどちらの方が勇気があるのかと喧嘩を始めました。じゃあお互いの心の強さを試してみよう。雨がザーザーと降り、風がビュービューと吹く夜、平太郎は一人でヒグマ山に登ります。真っ暗な山道をよじ登り、とうとう傘も脱ぎ捨てて山のてっぺんにたどり着きました。登った証拠に約束の札を立て、朝になる頃帰りました。続いてゴンパチも夜の山に登ったので勝負がつきません。そこでヒグマ山で百物語をすることにしました。百物語とは、お化けの話を100個してお化けを呼び寄せるまじないです。古いお墓のそばで百物語をしましたが、何も起こりません。それから何も起こらないまま一月が過ぎていきました。ところが7月の初めの夜、平太郎の家とゴンパチの家になんとお化けがやってきたのです。ゴンパチの家には一つ目小僧がやってきました。ゴンパチは怖くて縮こまりました。平太郎の家にやってきたのは大きくて毛むくじゃらで一つ目の鬼のようなお化け。召使いの男は怖くて気絶してしまいました。お化けは平太郎を掴もうとしますが、平太郎はへっちゃらです。落ち着いて刀を構えると、お化けは床の下へ逃げ込んでしまいました。2日目の夜が来ました。突然明かりの火が燃え上がり、高く天井まで燃えそうです。遊びに来ていたゴンパチはびっくりして慌てて帰ってしまいました。でも平太郎はへっちゃらです。不思議なことに後で見ると天井はどこも燃えていませんでした。夜も更けて平太郎は布団に入りました。寝ているとなんだかざわざわと聞こえてきます。突然どこからか水が湧き出してきました。平太郎の耳に入りそうになるくらいまで水があふれてきましたが、しばらくするとスーッと消えてしまいました。3日目の夜が来ました。部屋の小さなネズミの巣穴から女の生首が逆さまになって歩いてきました。平太郎の膝に乗り、頭に登り、首を回りながら時々ベロンと舐めてきます。とても気持ちが悪いけれど、平太郎はへっちゃらです。夜も更けて平太郎は布団に入りました。寝ていると天井から青々として丸々としたものが下がってきます。よく見るとひょうたんです。ひょうたんは寝ている平太郎の顔のそば近くまで下がってきましたが、平太郎はへっちゃらでした。4日目の夜が来ました。夏なのに亀の水が凍っています。釜の蓋が開けられません。息をフーフーとしても火がつきません。紙の束がひらひらと舞い上がり、蝶々のように飛んでいます。朝になっても辺りに紙が散らかっていたので夢ではありません。
5日目の夜、ゴンパチが来ました。ゆうべのことはお化けの仕業だと話していると、大きな石が走ってきました。指が生えていて、カニのような目がこちらを睨んでいます。慌てたゴンパチがやっつけようとしますが、ヘイタロウはへっちゃらです。朝には普通の石に戻っていました。6日目の夜、巻小屋の入り口を大きなおばあさんの顔がぴっちりと塞いでいました。おでこに小さな刀を刺してみましたが、おばあさんの顔はへっちゃらなようです。朝、大きな顔は消え、刀だけがポツンと宙に浮いていましたが、見ているうちに地面に落ちてしまいました。7日目の夜、武器を持った友達がヘイタロウのためにお化け退治に集まってくれました。ゴンパチは大きな坊主のお化けを槍で一刺し、逆に槍を取られてしまいます。槍は勝手に飛んで今にも誰かに刺さりそう。怖くなったみんなは逃げ帰ってしまいました。8日目の夜、親戚のおじさん2人がやってきました。楽しくおしゃべりしていると、重いはずの俵が3つ飛んできて、パラパラと塩をまき散らします。ぼーっと見ていると、下駄が一足飛んできて、襖を破ってビューンと外へ。おじさんたちはびっくり仰天、逃げ帰ってしまいました。9日目の夜、両太夫と名乗る男がやってきました。お化け退治にとても大切な刀を持ってきましたと、急に現れた石臼のお化けを切ると、刀はボロボロに。刀をダメにしたので死んでお詫びしますと止める間もなく、両太夫は自分のお腹をぶすり、私も死んでお詫びしようか。ヘイタロウが悩んでいると、死んだ両太夫が幽霊となり、門からやってきて文句を言います。ヘイタロウはへっちゃらではいられません。朝になると、幽霊も両太夫の死体も消えてしまいました。すべてはお化けの仕業だったのです。10日目の夜、貞八がやってきました。おしゃべりしていると、頭がパカリ、中から猿みたいな赤ん坊がわらわら合体して大きくなって襲いかかってきましたが、捕まえようとすると消えてしまいました。へっちゃらだけど、知り合いや友達に化けてこられるのは困るな。